は自分が昔そういった嫌がらせにあったことがあって、 LGBTQ+ とかそういった性教育に関してはめっちゃ賛成なんですけど、それじゃない方の性教育はちょっと反対だなって思ってて、それは小学 5年生の時に日本の学校に行った時にクラスのいわゆるなんかガキ大将的なキャラクターの男の子がそのなんか男女がセックスをするポーズをなんか指とかでなんか真似てやってたんですよ。でそれを小学1年生とかに教えてるっていう話を聞きまして、なんかそれって結局やりだしたらみんなやりだして泣き出す子がいるんですね。なんならセックスっていう単語を初めて小学時代に教わった時に近くにいた女の子もめっちゃ泣き出しちゃってて、小学校とかで持ち出すのはちょっと難しいんじゃないかなって思ってて、仮に性教育とかを義務教育とかで持ち出す段階になったとしても、それは中学校後半からでも遅くないんじゃないかなって思ってる。だってみんなやっぱり成長が未発達だし、お互いのことを考える気持ちがある人もそうだけど、やっぱりみんながその心が成長しきれてるわけじゃないし、なんか男女お互いの悪ふざけとかも多分一番ピークな時期がその小学校とか中学校前半だから、その時期に性教育の教えちゃうのは結構今の日本では難しいなって思いました。ちょっと移動していいですか？はい。でもちょっとさっき聞こう。はいよ。今その小学校後半からくらいでいいんじゃないかっていう話が出たんですけど、中学校後半ぐらい。中学校後半とか、はい、なんかその遅ければ遅いほどやばいと思って、要するにそのなんか珍しくて大人たちしか知らないことを知った子たちがそういうことをするのであって、でしかもその規制に関してはもう学校側がしっかりすればいい話で、これはもう何事にも言えて、だからその逆に小学校1年生とか、もう本当にこれはもう全く恥ずかしくないことで、当たり前のことだしっていうものに してないで、逆にその小5小6とかちょっと知識がついてきて体が発達してきた時に教えるとやっぱふざけるやつもいてっていう話になると思うから、その小学校1年生とか、それよりちょっと早いかわかんないけど、本当に 何でもこう言われたように吸収する時期に教える方が逆にそういう後のリスクはないのかなって思った。いやなんかそのね、悪ふざけ、ちょっと僕の意見で言うと、なんか悪ふざけって話を聞いたんだけど、僕もなんかすごいパッとイメージできるなっていうふうに思ってて、その状況が今の日本で言うとどうなんだろう、その知っといてそうはないけど夢見といてほしいなって小学生までは持っといてほしい、せめてなんかキスしたら子供できるんだとか思ってる方が僕はなんか個人的には、それを逆にリアリティ持ってこういう風にしたらこうでこうなるんだよみたいなのを教えるのはなんかある意味リスクがそうな気もしちゃうっていうのは、やっぱこう自分を制御することはできない可能性が高いじゃん、やっぱり小さい子って。だから興味本位だけで全てを行っちゃうときに、じゃあそれで興味本位でなんかこうじゃあ事件が増えたりとか逆に増える可能性も知るがゆえに、それをこう制御できなくて、なんかそういう事件とか問題が増える気は僕はちょっとしてきた感はやっぱあっちゃうからちょっと移動しようかなっていうふうにお願いします。どうした？ウェルカムこっちかな。やっぱ制御不能っていうのはでかいなって思う。なんかそれで言うとレインボー今16だけど、16でも自分めちゃめちゃ制御できないし、だからなんか大人とかになっていくにあたって制御できる力ってある程度身についてくるけど、やっぱり16の人が制御できてない中で中学生になったらどうなるかっていうともうやばいんですよ。何言っても許されるみたいな、なんかそういった人たちがやっぱり、ね、なんか知ったら言いたくなるじゃん。そのノリで言っちゃって誰かのこと傷つけちゃうんだったら、なんか夢見させていった方がいいんだよ。なんか私は中高6年間女子校出身で、だからこそなんか自分の体のこととかについて話すのがなんか当たり前っていうか、そんなハードルが全然なかったっていう環境を6年間過ごして、その後大学に行ってなんかこれってあんま人前で話してダメなことなんだみたいなのを感じる時がすごいあって、だからこそ
なんかその教えるかどうかっていうよりなんかそれ話し合える環境を作ることが大切だと思っていて、でも私が今危惧していることは性教育を教える教員の人たちは当たり前だけど今の性教育を受けてない人たちなわけで、だからその教員への、教員とかそういうコンテンツ性教育をする時の教科書コンテンツみたいなものがしっかり作られていかないとなんか思いだけになってしまう、なんか教えなきゃ教えた方がいいよねみたいな、そういう性教育って大切なものだよねで終わってしまう気がして、だから何を教えるか、それはちゃんとエビデンスがあるものなのか、それによってその性教育によってどういう効果があるのかまで検証された上で性教育をやるべきだと私は思います。なんか私は結構太陽君の意見に近いかなって思ってて、まず性教育っていうのがその軸にあるものっていうのがセックスとかのこともそうだけど、やっぱり根本は自分の体を大切にする、他人をリスペクトするみたいなところを教えるためにあると思ってて、だからやっぱりその教育っていうのは必要だし、あとはその吸収できる小学生とかの方がやっぱり吸収しやすい年代だから、やっぱりそういう時にちゃんと教員への教育もした上でちゃんとしたマニュアルというかカリキュラムがあって、そう軸に沿って本当に根本のところから教えていく、もう道徳の授業に近いかもしれないけど、そういうところから教えていく。でその悪ふざけが起きちゃうっていうのもやっぱりそこができてないからなんじゃないかなって思うから、そういったカリキュラムがあれば導入するべきだと思います。そうかもね。なんか教育の質が低いのかもしれない。性教育のが悪ふざけに走っちゃうっていうのを、それをなんかやっぱその教え方に問題がある、教えない教える以前になんか今の現状で言ったらなんかそこの課題感は結構でかいのかなっていうふうにはすごい感じたかもしれない。なんかそのやっちゃいけないっていうことをちゃんとそのさっきの教え方の問題で、例えば法律で禁止されていることを教えるわけで、お前たちはまだやっちゃダメだぞっていうことを教える上で、例えば危険ドラッグの授業やったじゃん。でもそれって実際めっちゃ本当にダメだよ、危険だよって教えられたから結局みんなほぼやってない。本当にごく一部やる人はいるかもしれないけど、それを防ぐっていうのは本当に効率あるし無理だと思ってて、それと一緒で本当に18まで20か、本当に大人になるまで絶対にやったら相手を傷つけるし、本当に危険が生じるものなんだよってことを強くもうそういう姿勢でちっちゃいうちから教えれば、それは解決するのはそういうトラブルは防げるのかなっていうふうに思った。ちなっちゃんどう？特に意見がないっていうのが秘密で、そういうことについてあんまり考えたことがない。でも例えばなんか小学校の後半とかから女子だったら生理が始まると思うんですけど、そういうものを知らない男子たちにからかわれたりとか、そういういじめとかに遭うのはやっぱおかしいなと思うので、性行為だけじゃなくて、日常で小学校のうちに例えばなんか起こっちゃうこととかは、全員みんなが共通できる認識であればいいと思います。